Hi everyone, this is Japan Kyoto team. We have introduced Japanese food to you 4 times now. In this final video, we will introduce somen, a Japanese cold noodle dish, and tempura. Japanese food has been thought to be high in salt, but all of our recipes are low in salt. We hope you have learned that you can enjoy a variety meals with less salt by using dashi and other ingredients. We hope you will continue to enjoy our kidney-friendly Japanese cuisine. Thank you. When you watch the video on YouTube, you can translate it into your country language. Click on Setting button and click on Subtitles. And then click on All Translate Subtitles. You can select the language you want to watch and the subtitles will automatically translate it. Let's enjoy the video. 皆さん、こんにちは。ジャパン京都チームです。今回も前回に引き続き、日本の四季に合わせた腎臓に優しい和食を紹介していきます。今回はそうめんと天ぷらについてご紹介します。そうめんは細い小麦の麺で冷たいだし汁につけて食べます。日本の夏はとても蒸し暑く、食欲が落ちやすい季節ですので、そうめんが好まれます。天ぷらなどの揚げ物は食塩の少ない料理で減塩におすすめです。ぜひ挑戦してみてくださいね。それではどうぞご覧ください。こんにちは。ここからは管理栄養士の中川が担当します。動画の見方です。上のオレンジ色が適塩の工夫、緑色が調理ポイントです。下の黄色部分が調理工程です。動画の最後に各料理の材料と栄養価を載せます。そうめんのレシピポイントです。そうめんは食塩を含んでいるため、たっぷりのお湯で茹でることで食塩が減ります。カニカマも一度茹でることで食塩を減らします。また、風味豊かな薬味を使用するため、トッピングの卵とナスには食塩を使用しません。リンが気になる方は、卵黄の量を減らすことで、リンをより多く減らすことができます。続いて、天ぷらのレシピポイントです。天ぷらは高カロリーで食塩が少ない調理法のため、透析患者さんにおすすめです。揚げたては風味豊かで、味付けがなくても美味しいです。上手に揚げるポイントも紹介していますので、チャレンジしてみてください。それではご覧ください。
皆さん、いかがだったでしょうか。日本の四季に合わせて4回シリーズで配信してきましたが、楽しんでいただけたでしょうか。これまでの動画も配信中ですので、ぜひご覧になってくださいね。See you!